皆さんこんにちは、高崎です。今私はイスラエルに来てます。今回はですね、フランスから始まってイスラエルに来るという、日程で来てます。フランスにですね、住んでいるユダヤ人たちがいるんですけど、その人たちと一緒にアリアって言ってイスラエルに移住ですね、帰還するっていうこの貴重な経験をしに来ました。今回ですね、本当に他国に住んでいるユダヤ人がどういう生活をしているのかとか、はたまたどのような迫害を受けているのか、どういう人たちなのかっていうのを実際にたくさんインタビューしてお話を聞いてで映像にまとめましたので、他のどのメディアでも絶対聞けない話ばっかりっていうか、ほぼないですね。ググっても絶対出てこないし、もうなんかない。他では本当に聞けないものばかりですので、しっかりまとめて、ほぼノーカット版でまとめましたので、それらをですね、ぜひ見ていただいて、現実を、実際メディアで言われていることや自分が偏見で思ってたことや、なんとなく誤解してたことが全然、リアルは違うんだっていうことを分かっていただけると思いますので、しっかりですね、見ていただいて、今何が起こっているのかっていうのを理解していただけたら幸いです。で、これは終わりの時代を生きる私たちに本当に重要なメッセージでもありますので、一言ではありません。なので、これを機会に、せっかく高崎もですね、フランスとイスラエルちゃんと来ましたから、こういった現地の声の情報を見ていただいて、しっかり理解を深めていただけたら幸いです。それでは、まずですね、前半はフランスの現状とユダヤ人の暮らしと様々なお話を聞きましたので、ご覧ください。それではどうぞ。はい、今はフランスのパリに来ています。フランスのユダヤ人にいろいろ現状のお話を聞いていくところです。やっぱり日本のメディアでは絶対に一切流れないこの現実の実際のユダヤ人たちが、どういう状況なのかっていうのを今日できる限りレポートできたらなと思っております。今いろいろ現地を巡りながらこれから話を聞いていこうと思います。先ほどこの時のことについて話しました。今度は場所のことについてですけれども、フランスがこのヘブル語ではこのいろいろなものが集まっているという言葉になると言っていましたけれども、ユダヤ人、今日はユダヤ人について話しますが、ユダヤ人の人たちがそれぞれ他の場所から集まってきます。そしてこのフランスという場所は2つのものが交わるところであります。このセファラディンとそしてアシケナジがちょうど交わるそのところにフランスがあります。この国だけではなくて、このいろいろな国から来ていますけれども、また文化も様々な文化の方々が集まっていて、そしてまた新しいものがここでできているということがあります。このことについてまた後ほど詳しくお話します。今このノートルダム、このパリの一つの最も大きなシンボルの一つであるこのノートルダムからツアーを始めていきたいと思います。この皆さん見ていただいて分かるように2019年ですね、3年前に起こった事故によって今修復中です。しかしここからツアーをスタートしたかったんですね。このフランスの文化の中にこのユダヤ人のその要素がどのように入っているかということを見ていただきたいと思います。この一般的なツアーに参加されたらこのパリ市内をこのツアーされますけれども、ユダヤ人についてはほとんど触れられないと思います。それは人口のとてもわずかな部分ではあるのです。しかし今日は特別なメガネをかけてこのユダヤ人の視点から見ていきたいと思います。ユダヤ人がこのフランスの中で溶け込んでいるかということを見ていただきたいと思います。このとても豊かなこの美しい建物なんですけど、これ女性ですね。3人目ですかね。この女性、真ん中のから3人目ですか。双子の姉妹がいるんですけれども、それを隠れて見えないです。この下の3つですね。3ついて、この真ん中ですね。彼女たちが何を表しているか分かりますか？プリムとは関係ない。近いんですけれども、この女性はシナゴーガ。中世紀にこのユダヤ人がこの被るように強制されたその帽子です。そして彼女はこの恥じているかのようにこの少し下の方を見ています。冠があるんですけれども、もう彼女は王ではない、クイーンではないんですね。そしてこの10回を右手に持っています。彼女の双子の姉妹はとても明るい十字架を持っています。そしてこれはクリスチャニティ、キリスト教を表しています。これは反ユダヤ主義を表しているのではないかと取られやすいんですが、このイスラエルの外に住んでいるユダヤ人を表していると思います。その土地を離れてしまうと、このアイデンティティを失っていきがちです。そしてその外国のこの諸国の人のこの光がそちらに当てられる。
このフランスの、まあ、王ですね。フランスの子供たちが学校に行って歌う歌があります。とても有名な歌です。とても愛された王様で、このユダヤ人の人たちもこの王様のことをとても愛していました。ローマ帝国がありましたね。ローマ帝国はこの地中海全体に広がっていました。ユダヤからユダヤ人が逃れてきたときにローマに行きました。そしてまたそこでこの商売、貿易などをしてこのフランスにも行きました。この貿易に関わっていましたので、海の近いところに初め住みました。これはこのこのフランスのユダヤ人コミュニティのとても大きなものの一つです。ここの部分です。この中世のことでこれがとても重要なんですけれども、ずっとここでユダヤ人たちは商売をしていたんですが、そしてこの王様との関わりもありました。その中でこのユダヤ人は土地を持たないので、この商売で必要な時は彼らを呼んで、そして必要ない時は追い出した。その王国の外っていうのは、例えばここはベルギーですね。でこの必要ないという時にはこの国外に追い出すので、ベルギーなどに行って、また必要になったらその王国の方に呼んでくる。フランスで功績を収めた人たちの像が政治において、また芸術において、この皆さんが見ることができないのは、この場所はこのストライキなどが行われます。先ほど出会いについて話しました。一般的なこの文化とユダヤ人の文化について話しました。ここではこの2つの意見がぶつかり合う、そのような出会いがあります。13世紀にこのユダヤ人はパリにずっといることはできませんでした。この一時的なこの許可を得て、このパリに来て住むことができました。この先ほどのところ、今いたところには当時はまだ教会がなかったんですね。そこにこのユダヤ人の人たちが住んでいました。そしてこの13世紀の当初、ユダヤ人のその時当時このユダヤ人コミュニティというものはなかったんですけども、このフランスに住んでいたユダヤ人の人たちと、そしてフランスの人たちの間にこの激しい意見の対立がありました。このルイ9世がいたんですね。でこの聖ルイと言われているんですけれども、多くのそのセイントと言われる生徒と言われるほどのことは言われないようなこの悪いこともたくさんしているんですね。でその時代クルセイダーの時代なんですけれども、政治的な意味も多くあるんですが、そのことには触れません。でこのルイ9世がこのタルムードをこの裁判にかけたんですね。でこのユダヤ人がこの改心してキリスト教にこの改心した人がいて、でそのことにおいてこのタルムードを取って、そしてタルムードはこのキリスト教をこのに反するということを言った。このユダヤ教からこのキリスト教にこの改宗した人がこのタルムードもよく知っているということで、まずなぜそのタルムードが悪いかということをこの話しました。しかしそれに対してこの弁護するというか、それに対して対抗してこのラビたちがこのタルムードについてこの話をしました。でこの結果としてはこのラビたちの方がよく知っていた知識があり、そしてこのラビたちが勝ったのですけれども、その時点でもうじゃあ裁判やめましょう、とにかくタルムードは悪いのですということで、タルムードが悪いからもうタルムードをまたその他のそれに関する書物全部をこの26台のワゴンに乗せてこの場所で焼いてその大火事になったんですね。この500年後にこの時を進めます。13世紀にここにとても悪いことがありました。そしてその後19世紀ですね、にもこのフランスにいるユダヤ人によって大きな出来事がありました。そしてこのユダヤ人はこの場所に住むことに、パリに住むことはできなかった。ですからこの必要な時だけ呼ばれて呼び戻されてくるというそのような生活でした。この場所でこのユダヤ人はそれまで市民権はなかったんですね。ですけれどもこのフランスにいるユダヤ人ではなくてフランスの市民権を与えるというふうにナポレオンが言いました。この後ろにその実際の場所がありますので、その場所をまた示しますけれども、それまでと全くそこで大きく変わりました。
この毎回この反ユダヤ運動がこの起こるときにこのユダヤ人はフランス人である前にユダヤ人でしょうということで、この社会の一部ではないと、フランス社会の一部ではないというふうに言われるのですけれども、このフランスの憲法の中にはフランスの市民権を得る者は皆公平であるというふうに書かれて記されているんですね。ただこの毎回この反ユダヤのこの問題が起こるときにこのことはいつもこの問題となって上がっていて、この先週も起こったこの大学で起こった反ユダヤの事件において、このユダヤ人は市民であってもこの入ることはできない、あなたはユダヤ人でしょうと、フランス市民である前にユダヤ人でしょうというふうに言われたんです。この先ほどこの正面を見て何が見えますかというふうに言いましたけれども、この黄色いリボンがあります。この2つのゾーンにも黄色いリボンがつけられています。オリンピックがあると同時に今紹介したこの2つの視点がこの今もあります。そしてこのオリンピックがあるんですけれども、この2つのこの対抗するぶつかる意見ですねが今もあるというところです。先ほど聞いたところによると、パリには住んでるんですけど、パリの市民ではあるんですけど、あなたユダヤ人でしょと。だから結局パリ市民としての権利が十分にない、そういう状況が実際にあるというお話を今聞けました。これはこの3人はこのガザの捕虜として、この捕虜というか、人質としてこの連れて行かれた、この拉致された方々ですね。でこれフランス人でありこのユダヤ人の方々です。そしてこの建物の後ろにここに置かれているということはなぜかと考えると、この人々のこの目につかないようにこの影にしたのかということですけれども、そうではなくてこのおそらく本当にこのフランスの政府は彼らを見つけたいと思っている。だけれどもこの表に出すことによってこのダメージを受けてしまう、ここに何かこの危害を加えられるといけないので、この後ろにこのあえて置いたと思います。これはハマスに拉致された人たちが乗っているというところです。この大聖堂の真裏のところに乗っています。これですね。このようにフランスの中でもこうやってハマスに拉致された人の写真が載っているという現状が伺えます。先ほどこの2つの意見が衝突しているということをお話ししましたけれども、今ここでこの見ていただいたらこのダビデの星がここにありますね。そしてこの壁にある名前がこの諸国の義人たち、ライシャス・オブ・ネーションズですね。ここはホロコーストを記念する場所でもあり、そしてまたこれを市街のこの通りにこの諸国の義人たちの名前をこの掲げることにしたのです。この何かを掲げるときにその人自身をこの表します。で、この皆が通る行動のこの通りの壁にこの諸国の義人たちの名前を掲げたことはどういう意味があるのでしょうか。どう思われますでしょうか。この二重の意味があると私は考えます。ここの誰でも通る道にあるということで、このことについて話をすることができます。これはこのホロコーストが起こった時のこのユダヤ人とまたその外にいた人たちの出会ったところです。で、それはその人々はそのことをもう二度と起こらないようにというふうに防ぐように働くこともできますし、また多くの人がしたように見ないで過ごしてしまうという選択もあります。ですからこの諸国のこの義人たちがこの門番のようになっているんですね。で、門番はこの人を招き入れることもできますし、またこの橋渡しになることもできます。このもう一つのここの通りに掲げた意味はこの人々に対するこのチャレンジですね。このユダヤ人を当時守った、それは大変なことであり、そしてまた大変な危険を冒してまた自分の家族のも危険を冒した行動であるのですけれども、彼らができるならばあなたもできるでしょうということを問いかけています。そして一人だけがこの前に出て立つならばその人だけが出てしまいます。しかし皆が一緒に並んで出るのならばまた皆で出ることができます。一人だけが飛び出るということがありません。ですからこれを見た人に対するこのチャレンジを与えるものです。
この黄色のリボンを今、たくさんの若者がつけて街に出ています。学生たちの話もしました。学生たちもつけて出ています。これはルワンダのことも示しており、そしてまたユダヤ人のことも示しています。この民族を抹殺する、そのような働きがあったということでは、ルワンダでもまたこのユダヤ人に対しても同じです。そしてこれを見たならば、あなたは黙っていてはいけない、また何もしないでいてはいけないという、そういうことをこの黄色いリボンをつけて、出ることによって、街に出ることによってそれを訴えています。最後の場所に行きます。こちらパリの真っ只中なんですけれども、ご覧のようにたくさんの人の名前が書いてあります。これはホロコーストで亡くなった犠牲者の人の名前がたくさん書かれているということです。そしてこのホロコースト記念館がパリのど真ん中にあります。こういったこともですね、ちょっとびっくりですね。パリのど真ん中にそのようなものがあるというのは結構驚くところであります。今からマレ地区に入ります。このマレ地区っていうのはフランスの中でもユダヤ人が特に多く住んでいる地域だそうです。このマレ地区には、ユダヤ人がやってるベーカリーだったりお店だったりいろんなものがあります。ユダヤ人居住区にいますけれども、なんでここがユダヤ人居住区なのか、どのようなレストランがあるのか、どのようなお店があるのか見てみてください。メズーザがあったり、またこのダビデの星があったり、ヘブル語で書かれていたりします。ヘブル語ですね。ここマレ地区ではたくさんのユダヤ人っぽいものが見れます。例えばヘブライ語がありましたね。フランスですよ、ここは。ここにフランスに変わらずヘブライ語があったりします。街の至るところですね。ありますね。全然知らなかったですね。居住区を通ってきました。この今通ってきた道と、それからこの今まで通ってきた通り、このユダヤ人居住区ではないところとどう違いますでしょうか。このメズーサを見ました。そしてまたこの校舎のマーク、このカードを見ました。それからダビデの星が書かれていたり、またこのヘブル語で記されているのを見ました。フランスにはゲットーというものはありません。この戦争の時であってもこのゲットーはありませんでした。この収容所というところがあったんですけれども、ただこのユダヤ人だけが集められて、そしてその扉が閉じられている、そのようなところはありません。このユダヤ人地区というものはこの地図にも載っていませんし、ガイドブックなどにも載っていません。これは想像上のもの、またユダヤ人だけが知っている、ユダヤ人はここはユダヤ地区だということを知っているものです。どのように知ることができるでしょうか。これはこのユダヤ人が集まって住んでいるところです。なぜ集まって住むかというと、この利便性のためにですね、ユダヤ人なので後者の食べ物を食べます。ですから後者が置いてあるレストランですとかスーパーマーケットがある、また本屋さんがそこにありますけれども、ユダヤ教の本がある、この聖書が売っていて、そしてまたタルムードが売っていたり、またこのユダヤ教的なこの哲学の本ですとか、そういったものがあります。また学校も必要です。このフランス人の子どもたちが学ぶことと同じことを学びますけれども、それに加えてこのユダヤ人としてのこの教えを教えられます、学びます。そしてまたこの最後ですけれども、最も重要なこのシナゴーグです。このシナゴーグが必要です。集まってこの礼拝する場所、そしてまたこの清めの儀式をする場所が必要です。私は子どもの頃このパリの外に住んでいたので、このシナゴーグに行くにはこの45分かかっていました。けれどもこの近くにこのシナゴーグやまた清めの儀式をするその場所が必要です。中世の時代からこのユダヤ人はここに住んでいました。この辺りですね。そしてこのユダヤ人の移民のこのコミュニティがこの広がってこの東と西にあるんですね。この皆さんが泊まっているこの辺りと、そしてまたこちらの辺りにも広がっています。自由国家なのでユダヤ人は集まってこのユダヤ地区に住まなければいけないということはありません。このどこに住むのも自由です。ただこのユダヤ人が一人で住むのは難しい危険ですので、ですからこの集まって住むことによってお互いを守ることができます。先ほど話をした
プリムの祭りも同じことですね。このユダヤ人が集まってコミュニティを作って、そしてこの生活するということですね。で、もう一つこのユダヤ人が集まって住むのに良いのは、この立法を守る人ならば集まって住んだ方が、ユダヤ地区に住んだ方が良いということです。このユダヤ地区の特別なことは、このフランスはこの多くの文化がこの混ざっているところだと言いましたけれども、このユダヤ地区の初めの方にあったこのパン屋さん、パン菓子など売っているところはセファラディの名前、店名だったんですけど、アシケナジーのこの食べ物を売っている。そのようにこの2つの文化がここでまた出会っているのです。この図書館に行っても分かるのですけれども、アシケナジーのものはタルムードとかそういったものが多いんです。そしてまたセファラディは哲学のこの書物が多いのですけれども、その一つのこの図書館の中にその両方を見つけることができます。またここで見てくださいといったところの後ろにファラフェルのお店がありました。ファラフェルというのはこのイスラエルのこの国家のものですね、出てきたものですけれども、それがあって、またこの校舎のスタンプがありました。校舎の食べ物、そしてまたその横に校舎スタイルっていうのがありました。校舎ではないですけれども、ここはこのイスラエルの人たちが食べるそういった食べ物が提供されているということです。フランスはこの多くのこの悪い出来事もたくさんあったのですけれども、一つとてもいいと思うのはこのいろいろな文化がここで交わっているということです。この私とそしてまたハービー、またマチルダを見ていただいても、みんなそれぞれとても違う文化の中、とても違う中で来ていますけれども、この場所で出会って、そしてまた一つとなっています。それをこのツアーで知っていただきたいと思います。この2つあります。この出会いというのは同じ共有するベースがなければ難しいところはありますけれども、ただその中には多様性もあります。そしてまたもう一つ、このボランティアリー、この自分たちで望んでそれを選ぶということですね。そしてこの積極的に選ぶということです。ユダヤ人であり、そしてまた市民である。でも誰もそれをあなたはユダヤ人でなければいけないというふうに強要はしないけれども、自ら進んでこのユダヤ人であるということを意識しながら生きるということを選択していきます。このフランス政府はこのユダヤ人に対して、ユダヤ人コミュニティに対して寛容であり守っています。で、このユダヤ人がフランスの社会の一部ではないというふうに言ったり、また衝突してくるそういった勢力に対して守っています。例えば学校にはこのフランスのこの警察が警備で立っています。そこにこの金の文字で書かれているものがありますけれども、260人の子どもたちがここからホロコーストでここから収容所に連れて行かれたことを忘れないというふうに書かれたものです。しかしその子どもたちはこのフランスの警察によって連れて行かれたんですね。このドイツの警察とかこの軍隊とかではなくて、しかし反対にはこのユダヤ人ではない先生たちが彼らを守ろうとしたということが書かれています。そしてここを見たら今起こっている衝突対立を見ることができます。ここではたくさんのこと、多くのことができなかった。そしてでは今どうだろうか、何ができているのかというところですね。そしてこの多くの子どもたちに対してのこの責任はどうだということを問いかけています。多くの人たちはもう解放されましたが、まだこの女性とそして赤ちゃんがこのガザで拉致されたままです。この子どもたちが私たちを見ています。このお互いに見合わせて、そして私たちにあなたの責任はどうだというふうに問いかけています。ここにもガザで拉致された人たちの写真の張り紙があります。ここはパリのど真ん中にあるユダヤ人学校ですね。フランスのことももちろん教えますけど、ユダヤのこともちゃんと教えて、タルムードなども教えているということですね。なので結構聞いたんですけど、フランス政府もユダヤ人に対する保護が結構されているというふうに言ってました。ユダヤ人を攻撃する人たちはやっぱりいるんですけれども、その人たちに対して守るような動きをされているというふうに言ってましたね。このマレ地区ですけれども、以前はキッパっていうユダヤ人と頭にくっつける、これをつけてる人たちはいたそうなんですけど、今はほとんどそれはないそうですね。なぜならば危ないから。結構近くの住民が本当にこの地区のユダヤ人を殺したり、7人ぐらいこの間も殺されたと言っていましたが、そういう殺人事件がたくさん起こったりしているそうです。には余計ハマスの一件があってから
危ないので、キッパーを外していくと。でもさっきちょっと道端でキッパーをつけて堂々と歩いてるおっさんがいたんですけど、もう本当に命がけですよね。殺されてもいいぞぐらいの意気込みでいらっしゃるということですね。そういう人もいます。